こっちが音出てます？いや、こっち出てないですね。入りました。入りました。よし、これで入ってんじゃない？結構だいぶ時差があるんで、結構これでだいぶ時差があるんで、だいぶこれで。どうも皆さんお待たせいたしました。これで大丈夫なはずです。あ、これでよかったです。相当時差があるんで、やっとです、やっと。ありがとうございます。どうも、こちらこそ。よっしゃ。じゃあどうも、改めておはようございます。そちらは夜でしょうけど。聞こえてますか？あれなんか固まってるよ。どうですか？おはようございます。そっち聞こえてますか？僕ですか？はい。スマートフォンからは聞こえてます。じゃあ始まってるだから。はい。そっち皆さん視聴者の方音聞こえてますかって視聴者もう離れてるかな誰も見てないかもしれないけど、よくわかんないけど。そうですね。今3人、まあでも多分問題なく出てるはずなんで、私こっちモニター撮ってて見えてるんで。はい。聞こえてる。じゃあ始まっ聞こえてる大丈夫。まあ、誰かみんな見に来るでしょう。まあ、ということで、やっと、腹を作る古典からっていうのを稽古会の森戸先生とやっと対談できることになりました。皆さん、お待たせいたしました。あれ何これぐるぐる回ってるな、なんか。ん？
あれこれで大丈夫かな？あ、今大丈夫です。なんか、技術的になんか、ややこしいですよね。今繋がってますか？はい。では、ます。じゃあ、やっと腹を作る古典空手の稽古会の森戸先生と対談できるようになりました。まず、どうしよう。自己紹介というか、お願いいたします。森戸先生から。自己紹介。はい。ですね。腹を作る、会と、腹を使うですね、古典空手の稽古会をしています、森田と申します。主に東京と埼玉で活動してます。東京ってどちらですか？どこで練習してるんですか？主にですね、新宿スポーツセンターなんで、高田馬場ですよね、駅で言うと。はい。の武道場を借りて練習してます。で、あと、埼玉どちらですか？埼玉はですね、北浦和だったり南浦和だったりですね。ああ。やってます。北浦和か？どっちですか？はい。と南浦和あ、そう。はい。でも随分離れてるじゃないですか。そうですね。南浦和ってどの辺なんですか？ですね。どの辺と言われてもですね、浦和の一個下ですか？いや。いや、私昔、武蔵浦和に住んでたから、の近くに、駅に住んでた。そう。で、あの辺はだから一応、わかるんですよ、大体。いつも、あの辺住んでたんで。はい。で、会社は三鷹の方に通ってました。そう。まだまだだいぶ昔なんで、まだ外観ができる前だったんですよね。だいぶ前ですね。だいぶ昔に住んでました。浦和7つの駅がある。そうそう。85年生まれなんですか？森戸先生はって。僕は77年ですね。1977年です。赤木さんがコマ送りザンス。ちなみに赤木の木が、城じゃなくて木の木です。トゥリーの木です。で、こっちのコメント読めます？読めてます。読めます。じゃあいいや。はい。とりあえずじゃあリンク繋がってるよな。なんかもう、本当にややこしいから。で、皆さんにちょっと一応言い訳じゃないけど説明したいんですけども、なぜか知らないんですけど、森戸さんとのコラボが直接できなくて、リンクを送っても全然繋がらなくて、で、森戸さんから送られてリンクは私が入れるんで、で、そのリンクをまたさらにライブで、再経由、再放送、なんていうのかな。こんな感じで、一度、映し出してから、それでまたこっちに戻してるんですよね。結構ややこしいことしてるんで。面っぽくない面ぽくないか。面ぽくないか。本当申し訳ないです。前回楽しい私も。そう。ちょっと残念でしたけど、とりあえずやっと実現できてよかったです。よかったです。申し訳なかったです。でも不思議ですよね。なんで、そっちがリンク取れないのか全然わかんないんですよね。その辺はしょうがない。登録者とか。いや、だけど、そっちが発信できる方がおかしいんですよ、そもそも。だから、普通だったら、そちらの、制限の方が、コラボ配信する制限の方が高いはずなんだけど、そうじゃないから、なんか意味がわかんないですよね。なぜでしょうか。ゼルダの伝説より難しいな、リンクの冒険って。確かにそれややこしいことやってます。とにかく、うまくいってるんで、いいです、とりあえず。で、
なんでしょうか。話が挫折したな。それで、じゃあ、すいませんけど、だから、どういう武道経歴があるのか教えていただけますか？そうですね。一番最初にやったのはですね、ええ。テコンドーなんですよ。ああ、それ何歳の時ですか？19歳ぐらいですかね。ああ、じゃあそんなに若い頃から始めてるわけじゃないんですね。そんなに若い頃からはやっていないですね。あれ、中学校、高校って部活とかなんかやってたんですか？中学が陸上で、高校がですね、はい。ラグビー、1年の時だけラグビーやってました。ああ、ラグビー。はいはい。へえ。定位の力が強いのか、いう定位で。ああ。で、で、それで19歳の時にテコンドーどんだけやられたんですか19から25ぐらいまでだったと思います。あ、じゃあ随分テコンドー長いんですね。長い方かもしれないですね。うん。あれそれってどういう道場に通ってたんですか？道場に通ってました。あ、そうですか。あ、そう。で、それで、次は、空手ですね、次は消灯館。消灯の空手。館だったと。はい。はい。なんでそれにそっちに移ったんですか？なんか、日本の武道に、日本の武道やりたいなと思いまして。あ、そう。はい。テコンドー飽きました？いや、飽きたわけじゃないですけど、うん。なんか、日本の武道をやってみたくなってですね。はい。なるほど。で、消灯館はどれだけやられたんですか？消灯館3年ぐらいですかね。あ、そうですか。で、その次はその次はですね、大東流やりましたね。ああ、それで大統領に入ったな。それを大統領がええ。はい。それはどんだけやられたんですか？えもう本当ちょっとしかやってないんですけど。ああ、そじゃないですか。う。でも大統領もいろいろあるじゃないですか。何系のやつですか？堀川先生の系統ですね。ああ、そうですか。へえ。それで、その次に、合気会。はい。合気会もやりました。はい。合気会もやって、あまりなんですかね、自分に向いてる武術っていうのがなかったんですよ。ああ、はいはい。で、確かその時に、今の、なんですかね、空手ですか。はい。空手に出会いまして、はい。ちょっと今までの空手とちょっと違うというかですね、すごく魅力的な空手に出会いまして。で、それが今やってる空手なんですか？そうですね。それはなんていう空手なんですか？流派で言えばですね、新道流空手というんですけど、はい。新道流空手という流派で、へえ。その、新道流空手ってのは、なんだ手の探求の人の、あれと同じ系列なんですか？そうですね、そうですね、同じ系統ですね。だから空手というか手という。同じ。はい。で、なんか切れるな。すいません、ちょっと切れて何言ってるか聞こえなかったんですけど。もしもし。あ、流流れ。なんか、もしもし。はい。これで、すいません。途中切れて、空手の手の探求のところから切れてました。はい。同じ流祖の流れを組んでると思います。あ、そうですか。で、
そのやつでやってるんですね。じゃあ、宇城先生ですねって。宇城先生ですか？後ろ師範ですかね。お会いしたことないですけど、ああ、へえ。有名な、でもその系列なんですね。まあ、同じ流祖の流れですかね。ああ、そうですか。私全然空手、全然知らないんで、わかんないんですけども。まあ、そういうことなんですね。で、それは、あれ、何結局なんか、要は、大統領みたいな感じでやってるじゃないですか。はい。それってそれが好きでよかったんですか？なんか似てるじゃないですか、だいぶ。なんですかね。実は大統領の時ですね、ええ、全く技ができなかったんですよ。大統領やってる時は、全ええ、く技がで今の空手をずっとやってたらですね、はい、大統領みたいなことができるようになっちゃったんですけど、まあ、ただ、同じだって言ったら、先輩とかに申し訳ないじゃないですか。大はい、はい、統領の。はい、なので、同じかどうかわからないですけど、はい、大統領の時にできなかったことが、今できるようになったというかですね、同じことかどうかわかんないですけど、はい、はい、あくまで空手の技術ですね、空手で。はい。ああ。あ、それでやっと始めたんですね、じゃあ。それが好きでよかったんですね、じゃなんでしょうね、その時の師匠とかもものすごく、すごいんですよ。あ。ああ。合気道とかだと、なんでしょう、たまに本当に頑張っちゃったりすると、ええ。あの、抑えたりとかできちゃうんですけど、ああ。その時、技をかけてもらってですね、ええ。ちょうど合気道の呼吸投げみたいな感じだったんではい、はい、すけど、はい。僕が、呼吸投げですねって言ったら、うん。私は合気道やったことないと言われて、うん。お腹から力出してるって言われたんですよ。おー。力出してるみたいなこと言っててですね、ええ。それが多分、すごくヒントになってたというか、ああ、なるほどね。いそのや、先生から慣れちゃったんですけど、はい。ああ、なるほど。だから本当に最近、空手でそういうの見てびっくりするのが、本当に空手でね、本当に合気道と同じようなことやってて、かえって合気道の人がちゃんとできてないとかって見かけますよね、本当に。だかなので、ら、はい、空手家の人とですね、話が合わないんですよ。僕も空手をやってるというと、うん。ええ。空手の蹴りはさ、とか話されてもですね、違うものに対して空手って呼んでるような気がしちゃってですね。でも一応でもほら昔、普通の空手もやってたじゃないですか。はい。そうそう。まあそれはだから分かるには分かるでしょう。だから。その感覚も。はい。ね。ただ、やっぱ一番疑問に思うのはですね、ええ。僕たちは型をやるんですよ。そうそう。それが一番聞きたかったんですよね。はい。型って本当によくできててですね、はい。こういうふうな角度がありますよね。角度とかはい。姿勢あるじゃない。はい。がちゃんとできてると、相手から遠くて自分は相手に近い状態を作れるんですよ。はいはい。ただもうこの姿勢が崩れたり、この角度がおかしなことになると、はい。もう力勝負になっちゃうというか、はいはい。なんでしょう。なので、本当によくできてるんですよ、その型ですか。ああ。力学的にも構造的にも強くてですね。なるほど。なので、多分、この空手を使用してる人たちはみんな思ってると思うんですけど、ええ。例えば有名な空手の沖縄の先生とか、はい。有名な流派の有名な先生とかの動作を見たとしてもですね、はい。この受けの手一つ取っても部分で受けてるように見えるんですよ。ああ、はいはい。そういうこと言っちゃうとあれですけど、はい。一流選手と言っても受けにしてもはい。手だけで受けてるんですよね。接点だけで受けてる感じですよね。
そうです、そうです。私もやってて、空手やらないかわかんないんだけど、こう受けた時にお腹に入ってくる感じがするんです。同じです。それです。そうそうそう。そんな感じ僕もし。そう、だから、お腹で受けて、で、お腹で打つんですよね、だからそう。そうです、そうです、そうです。で、その受けて、返すときに、これが一番聞きたかったんですけども、それ受けて返すときに、そのまんま、どういう感じで返してるんですか？どう、何も考えないで返してるそう、感じですよね。だから、私がそこで、私がやってる方法は、この受けるじゃないですか。受けたやつをそのまんまお腹の中に持ってきて、クランクシャフトでくるっと回して、また同じように返すんですよ。だからはい。回転してこう返す。こう、だから、受けて、バネで受け取って、で、こう、反発させて戻すんじゃなくて、こう来たやつをくるっと回して戻すんですよ。お腹で。おその感覚はないんですか？今のところはない感じがします。今のところっていうか、それなくても、だからできてんですよね。成り立ってるんで。だから、私が推測するに、あまりにも点が小さくて、こう、実際にこう返してんのかなとも思ったんですけど、そういう感覚も別にないんですよね。だから本当に、ただ単に、バネみたいにバーンと返ってる感じ。のような気がしますね。あ、そうですか。あ、じゃあ、でも、それもそれでね、私昔はそれでやってたんですよ。バネみたいに、こう、お腹で吸収して、そのままビヨンって返す方法。それを、まあ、感覚的なものなんですけども、それをくるっと回して返すようにして変わったんですよね。だからそれをね、ちょっと実験してほしかったんですけどね。だからそれで私のその呼吸方法をやると、要はこう、お腹で前で受け取って、で、お尻の方に、だからお腹の前の方で受け取って、で、くるっと回って、仙骨を経由してくるっと回って帰る。そんな感じが、するんですよね。だからそれが多分ね、成田先生とかその辺がやってるんだってないかなと思ってるんですけど。だから別にその、降臨堂私やってたわけでもないから知らないんですけど、それも全然知らないで、推測でしかやってないんですけど。うん。なんでしょうね。まあ、ただ一つ言えることがですね、はい。重心を外に出してない気がします。僕たち、ナイファンチンという方があるんですけど、はい。よく YouTube とかで、そのナイファンチンをやってる先生の動画を見るんですけど、はい。やっぱりなんかその、重心を外に出して、大きな力を入れるみたいな、なんでしょう、ですね、重心を一点に集めて、この、威力を出すっていうんですか？ええ。そういうのをやってない気がしますね、僕たちは。重心は外にはあくまで出さないんです。常に真下に落ちててですね。なんでしょう。ナイファンチンという、まあ、こう横に動く方なんですよね。はい。結構 YouTube とかを見てると、その、下からのその反力がこういうふうに、八極拳みたいな感じですかね。はい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 。ああ、はい。足からこう、伝達していくってやつね。はい。その目ってその、重心を集めるようなことはしてない気がします。そうですね。じゃあ、だから、すごい似てるんですね。私も、だから、もしやるんだったら、パンチするんだったら、まあ、パンチでも何でもいいんだけど、打つんでも、こう、体の中心から足に行って、手にこう、行くんですよね。だからそんな感じだと思います。そうそう。だからこう、だから、足からこう行くんじゃなくて、真ん中からピュッて行く感じ。そうですね。4日かかってないんですよ、僕。4日かからないっていうんですかね。ああ、そうそうそう。そうですよね。だからすごい似てることやってるんで、で、それでちょっと面白いなと思って、興味湧いたんですよね。それもですね、動きだけを練習してできるようになったんじゃなくて、型を毎日やってたらですね、自然とそういう体になってるんですよね。
ああ、だから、それはね、だから多分、剣道ってほら結構、構えがすごい厳格に決められてるから、どういう風にしなきゃいけないのか。多分それはい。に匹敵するんじゃないかなと思って。おー、剣道の構えも結構ね、もうすごいこう、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていろいろあるんですよ。はい。かかとついちゃいけない、肘伸ばす、すね伸ばさなきゃいけないとか、こう、肩はこう、後ろにとか、こう、持ち方から何から、すごい厳格に決まってて、なんかすごい空手の、型じゃないんだけど、その構えだけでもうそれでもう、なんか、ある意味空手に似てるようなことをやってるんですよね。おー。そう。ちなみに剣道とかやったことないでしょあ、ないです。う。そうそう。なかなか、混ざり合わないんですよ。剣道やってる人と空手やってる人と全然違うから、みんな。あの、全然タイプ違う人たちなんで。動画見たんですけど、かっこいいですね、あれ。試合の動画ああ、ありがとうございます。そう。ですね。剣道の人たちは、というか私が特に、多くの人は、こう殴られたりするの嫌なんですけど、だから、殴ったり殴られたりするとか嫌なんですけど、そう。だけど、心置きなく叩けるからいいですよ。空手ってほら、寸止めがあったりとか、顔殴っちゃいけないとかいろいろあるじゃないですか。剣道はもう心置きなく、打突点だったらいくらでも打てるんで、そういう意味では、私はいいと思うんですけど、剣、空手ってほら、実際にこう試合とかやってんですか今のやつで。いや、試合はですね、ないです。武術ないんですかなので、お約束事で、例えば、集団つかせて、はい。それに対してですね、肩の動きで対応していくっていうのをやるんですけど、はい。あの、なんて言ったらいいんですかね。その方が、なんです、近いんですよ。自由組手とかやっても、ええこういうふうな技術がですね、まず身につかないと思うんですよ。うん。約束だからどうのっていう人もいるんですけど、うん。約束を何回も何回もやっていくことによって、動画でも上げてましたけど、こちらの、こちらを変えると、うん。相手の中身が変わってるっていうのがありましたよね。そうそう。だから、私はだからそれはそれでわかるんですよ。だから、ただ、一つ思うのは、要はそういうのもいいんですけど、結局同じレベルのような人たちがやるじゃないですか。結局それはやっぱり攻防になるんで、その辺はやっぱりね、やってみ、やっぱり実際に戦わないとわからない感覚があるんですよね。約束組手でもいいんですけど、結局それは机上の空論になってしまって、はい。そういうところを私剣道でカバーしてる感じでやってるんですよね、だから。そそうです。確かに、約束だけでとどまっててですね、う。えあるんですけど、例えば、その約束の延長線上で、自由に攻撃させてみて対応できるかっていうのもやるんですよ。えただ、はい、用意スタートみたいな、格闘技みたいな、お互い一気にコンってぶつかるようなのはやらないですね。そうそうそう。うん、だから別に、別に非難してるわけじゃないんですけども、だからただ単に、そういうのはやっぱ欠如するよなと思って、確かにそうなんですよ。うん。えやっぱりこういう武術の世界って、実際そうなった時に対うん。応できる人少ないんですよね。うん。もっとも私もそんなに武術を目的としてるんじゃなくて、ほら、護身もそうなんですけども、結局、すべてに対応するのって無理じゃないですか。だから結局もう護身はもう諦めてっていうか、もう割り切ってもう完全に考えないようにしてて、ただ単にはい。剣道のために今のやつをやってるんですけどね。とりあえずは。でも、理解しがたいのは多分、剣道をやってるのに、体術しかやってないじゃないですか、私。そうそう。その辺はやっぱり理解できない人は理解できないでしょうけど、あでもの、もう、うん、ああいうのできるようになっちゃうと、普通ええ。にやるのも
ああいう技術がもう身についてしまったら、合気道やるにしても普通にやってたってもう普通にできないじゃないですか。そうそうそう。でもだから合気道もやるんだけど、その合気道を、だから、この単点を使ってやる方法を、やるってのがやっぱ楽しいじゃないですか。そうです。あとね、合気道やるのね、こう、手掴まれての技じゃないですか。普通は。だけど、その手掴まれてやった技に対しての返し技っていうのが楽しいじゃないですか。例えば2挙決められたやつを、その2挙決められたやつを返すとか。それがやっぱりいいですよね、もうあれができると多分、もうすごい自由にできちゃいますもんね。まあ、でもそれもでもやっぱり上手い人がやると本当にかけられる直前にやんなきゃいけないとかあるし、だからいろいろそういうの、楽しむ方法いくらでもあると思うんですけど。それとですね。はい。大統領の時は分からなかったんですけど、はい。でも同じだって言ったら問題になるので、同じかどうか分かんないんですけど、はい。手開くじゃないですか。はい。例えば僕らこう掴まれてた時ですね。はい。相手がこの手を押し込んできたらお腹に入るんですけど、はい。そのまんまの状態で掴まれると、お腹に入んないので、はい。自分からこのグッと張るとですね、はい。自分からお腹に入れることができるんですよ。なるほどね。確かに、こう、停止してる場合は難しいですよね。そうなんです。それを意図的にですね、手を張ってグッと押し込むことによって、相手の力をお腹に入れて技かけちゃうんですよ。そう、確かに、そうですよね。確かにそう。大統領の時も、これやってたんで、現に同じかどうかわかんないですけど、自分から自らお腹に入れに行くっていうんですか。あれなんで結局、こう、拮抗状態にならないとダメなんですよね。そうです。そう。だから拮抗状態に持っていかないといけないから、こう、ぐっと押し込んで拮抗状態に持っていく必要はあると思いますよ。だから、こう、錯覚なんですけども、こう、押して倒してじゃなくて、その拮抗状態まで持っていって、それで安定させて、それから腹から波を送ってんですよね。なんかそんな感じですね。そうそう。で、その波を送るのに、だから、この、相手から来た波をそのまま返してますか？そういう、考えたことなかったですけど、かもしれないです。例えば、練習の時ですね。はい。打ってる時なんですけど、はい。相手のお腹に入ったのがわかるんです。はい。今、なぜかというと、同時に自分のところにもなんか感覚ができてるんですよ。はい。なので、僕のお腹に今感覚があるから、そっちにも入ってるはずだよって教えられるんですよ。なんで、なんですかね、多分、相手の波をもらってるのも返せるかもしれないですね。そう。それで、じゃあ、それお腹回されたことないですか？じゃあ。回せないですか？やってみたことはないですね。だからそれを、だから今こう、ぐっと入って止まってるのを回転させるんですよ。こう、皿回しのような感じ。はい。棒の先にこう、くるくるこう回すのを、だから相手のお腹をこう、ぐるぐる回すんですよ。はい。だから自分のお腹をぐるぐる回すことによって、相手のお腹がこう、ぐるぐる回るんですよ。だから相手がぐっと踏ん張ってると、だから横に回したりとか、斜めに回したりすると相手が崩れるんです。ちょっとやってみたいです。だから自分のお腹の感じが相手にミラーリングで、送れるから、それをやれば、私の言ってるその回転で返すっていうのがわかるかもしれない。はい。やってみたいです。だからそうすると、なんかこう、なんていうの、こう、一点でこう、受けて、で返すんじゃなくて、バネ式じゃなくて、こう、くるんと回して返す方法。いわばそれ、合気道がそれのはずなんですよね。合気道って、ほら、体全体を大きく使って、クランクシャフトみたいにして回しているんですよね。だからそれをずっとお腹まで持ってきて、それでぐるっと回して返せばいいんで。
だそういう観点で見ると、合気道もまた面白くなると思います。まあ、そうですね。うん。やって、うん。そう、だから、まあだから結局、私も合気道自体はもうやめてるんですけど、まあ、なんていうのかな。まあだから、本来は合気道そうじゃなきゃいけないんだなとも思いますよね。だからすごい欠如してますよね。だから、結局お腹で全部やんなきゃいけないことを、なんかみんなそれ伝授されなくて、みんなそういうの習わなくて、それで、そういう風に欠如してんでしょうね。ですね。今思えば、呼吸法とかもそうですよね。そうそうそう。呼吸法もお腹だったんでしょうね。そう、だからで、全部呼吸法なんですよね。で、上芝森平をもうなんか、技に名前つけるの嫌がってたって聞きましたもん。誰かが言ってたんだけど。要は、結局全部呼吸法なんで、全部呼吸投げ。何にしろ、すべて、どんな技もすべて。だから私もいつも、言ってるんですよ。単伝道は技一つしかないから、もう全部違うように見えてて、全部同じなんで、すべて同じ。やり方全部もう、パンチにしろ、キックにしろ、要は、1キロにしろ、2キロにしろ、3キロにしろ、全部すべて同じって感じで。そう。そういう感じでやってますね。で、あれできますこう、四方投げで自分が動かなくてこう上げて倒すやつ。大統領みたいに、その場で。その場で上げて、その場で倒すの。やったらできるかもしれないですね。そう。あれね、でも最近やっと、理由が分かったんですよ。なぜ私ができて他の人ができないのか。で、岡本誠先生に、はい、ヒントもらって、やっと解決しましたよ。なぜできるかっていうのが。あれ、お腹だけじゃダメなんですよ、あれ。ここの指の、ここ攻めると、いいんですよね。こう上げるときに、こう上げてるときに、ここの指の、中指骨、ここ攻められてるようですね、相手が。で、それで相手が簡単に動くようです。そういうの知りたいです。そう、だからそれ今ちょっと動画作ってる最中だったんですけど、だから今日ぐらいに上げようかと思って。そう。だからそういうのをいろいろ、そういうのをまた加算すると、お腹だけじゃなくて、もっと、はい、変わると思うんですけど。T の高松先生。あ、はいはい。はい。え中以外にもいろいろやってるんじゃないかなって。ああ。そう、高松先生だからすごいですよね。なんかあそこもあそこでなんかいろいろやられてるから。はい。会ったことありますか？会ったことはない？会ったことないんですよ。で今度だから、そういうのに会いに行けばいいんですけど。ね。すごく興味あります。ねえ。あと、他の、東京の方で、緑川先生とか、近くにいいんじゃないですか、比較的。緑川先生にもすごく興味あります。ねえ。動画見させてもいただいて、サングラスかけてる方のやつもすごく、いかがわしいやつ。ねえ。今私も一生懸命見てますよ。とりあえず。いや、本当にできるんかいなって言って、もう、だから緑川先生のやつも、武術の部分知らなかったら絶対見てないような動画なんですけど、まあ、あんだけ武術ができるんだったら、まあ、点で、説得力がまあ、それなりにありますけどもね、そういう意味では。まあ、だからそういうの、やっぱり面白そうですよね、ああいうのができたら。そうですね。こう、触る前からとかそういうのできますか、今。触る前からのやつですか？はい、触らないで。まあ、やったりですね。実はさっきの経歴で抜けてたんですけど、はい。安江邦夫教授のところでもやってたんですよ。あ、そうなんですか、へえ。
参考自流柔術。はいはい。それどんだけ、あ期間は？はい。期間はどんぐらいですかね。でも一応、中電三段っていうのをいただいて、おー、すげえ。愛する、愛す、愛、相手を大事に思ったりして、こう、簡単に起こすとかそういうのやってたんですけど、ええ。今思うとそれがすごく体に生きてるんですよ。当時は全く分かんなかったです。で、当時はだからくっつけたりとかできなかったんですか？当時はですか？当時はこう、触れ合い機みたいなやつ、くっつけて相手を倒すような。が全くできなかったです。触れただけで倒すとか、触れないで倒すとか。もう全然。で、実際に、安瀬先生ってできたんです。倒されたんですか？そうやって、触れただけでとか。いや、安江先生と対峙してですえね、え。安江先生がやっぱこう、大事に思ってるんですか？ええ。お腹のところがですね、なんか、ぐぬーって気持ち悪くなるんです。ああ、気持ち悪くなるんです。じゃあやっぱり、お腹のやつ回してんだけど、それじゃあ、多分。どういうのかわかんないですけど、なんかこう、ぐーっとなんか気持ち悪い気分になるんです。だから私が言ってたやつ、皿回しお腹に皿回しするんですよ。それなんじゃないかな。今だから、もう言っちゃいますけど、動画で上げてて、自分が変われば、相手が変わるのあったじゃないですか。あれは、大事に思うんです。薬先生に教わったやつですね。あれは、大事に思うと、相手の状態がどうなってるのか、軽くなってるんですね。軽くなってるというか、重心が上がってるのかわかんないですけど、投げやすい状態になってるんですよ。やっぱりそういうのが重要なんでしょうね。だから、それもだから、ありますよね。だから、結局ミラーリングなんでしょうね。だからこっちの気持ちが相手にも移って、そうですね。空気中の何かを伝わって、水分子ですかね。いや、ただ単に電磁波だと思いますけど。ですかね。何かやっぱ、離れてても何かこう伝わってるんですよね。いや、人間結構電磁波発してますよ、だいぶ。電波とか、結局人間全部電気信号で動いてるんで、所詮。だからあれなんですよ、岡本先生、岡本誠先生がやってるやつは、だから、電気信号のやつですよ。剣とかが発して、この縮むとかで、その電気信号が相手にも伝わって、相手が誤作動を起こす。そうですよね。シナプスというか、脳の電気信号で、人間の意識もそう。そう、だから指とか電気信号を与えると動くじゃないですか、マッサージも、電気のマッサージもそうだけど、筋肉が収縮したりとか。それが、誤作動を起こして、やってるんだと思うんですよ。あと、僕たち、体を重くするんですよ。はい。心身統一合気道の人たちと似てるのかもしれないですけど、体を重い状態を作るんですよ。はい。というか、流祖が残してた言葉で、昔は空手家ですか？はい。肩を見て、あの人の肩は重いとか軽い、重いとかそういうような評価してたらしいんですよ。要するになんですかね、重い状態ですか？はい。体が統一した状態で僕ら肩をやるので、はい。見ててわかるんですよ。この人今軽いなっていうのが。で、結構有名な先生とかが、こういうこと言うのもあれですけど、結構有名な先生とか知名度のある先生が肩やってても、動いてても、軽いなっていうのがわかるんですね。ちょこちょこって押したら、グラグラってなるんだろうなとか、こういうこと言っちゃいけないですね、あんまり。いや、だけど、グラグラっとなるのを利用してやってる人もいますけどね。自分がわざと不安定にして相手に伝えるっていうの。合気のやつであるじゃないか、3点バランスとかそういうやつで、
そう、二人でこう、バランス、保つんですよね。はい。だから、こう、相手とこう触って、で、一個足がこう抜けた状態になるとこうグラッとなって、あそれで相手がもたれかかって、それでバランス保とうとして、あ、はい。で、相手が崩れてしまうっていう。ああ。あ、そうですね。そうなると、多分僕たちは常に重心真ん中なので、ええ。一箇所に持たれないんですよ。例えば持たれてしまうと、支えがなくなったら倒れるじゃないですか。ああ、そうそうそどんな状態でもですね、全方向に張ってるんですよ。あの、全体にも張ってるので、う。うん。全部に持たれてる感じですか？うーん。全部に持たれてるので、重心をどっかにこう外に出したりではない感じがするんですよ。大半自分のああ。じゃあ、言葉にするのが難しい。あれあるじゃないですか、合気連行プロジェクトとか、はい。3点バランスとかってやってるじゃないですか。はい。あれ、ご存知ですか？はい。見たことあります。あれ、ああいうすごい。感覚じゃないですよね。まあ、そうですね。多分、あれは、よくかかってくる人にはすごく有効だと思うんですけど、ええ。僕らみたいな人とか、多分中国憲法、違憲とかやってる人には効かないのかなって思っちゃいますね。ああ、なるほどね。うーなんか、ん。そういうところ、なんか違憲と近いかなって、違憲もあんまりやったことないので、うん。言えないんですけど、ええ。違憲とかにちょっと似てんのかなとか思っちゃうんですよね。うー見た感じですけん。ど、ええ。なんかね、だから、こう、似てるようで似てないとかってあるから、結構意見がなんか剣道からに似てるとかなんかそういうのも言われるんだけど、そうなのかなと思いながらも見たりとかするし。うん、で、同じ剣道って言っても、私の思ってる剣道と、普通の人が思ってる剣道全然違うから、そう。そういうのもあるし、難しいですよね、なんか。そういう話してても。で、結局ほら、合気道って言っても、あれじゃないですか、もうピンからキリまであるから、同じ合気道指してるともとても思えないし、でもほら、空手にしてもそうじゃないですか。極真空手だから、今森田先生がやってるような空手からも全然違うし、もうはい。そう、だから、本当にいろいろあるから、まあでもこうやって YouTube を通して、いろんなことがあるのが知れてよかったですよ、本当に。はい。まだまだ森田先生とか今100人ぐらい、100人弱なんですか、今、まだ。ね。98人。そうそう、あともう少し。でも、そう、もうちょっと伸びてほしいですよね、だから。これを機会に。あ、ね。動画撮るとね、うん。撮るところがないんですよ。あ、そうなんですか。うん。撮影禁止とかが増えないで。あ、そうなんですか。ああ、はいはいはい。あれですよ、マイク買った方がいいですよ、ワイヤレスマイあ、マイク。クです。うん。やっぱ、声が聞こえないと、YouTube みんなちゃんと見てくれないんで。あそう。あ、そうそう。あと、あの、森山先生、はい。なんだっけ、RMA 機の、はい。あの先生にも会ってほしいですよね、なんか。すごいですね、あの技も。うん。そう、だから、演技はうまい。うん、だから、ぜひ、会ってほしいですよね、ああいう人たちに。どんなもんだか。え今度腹関係の武術の人たち集めて、みんなでズームでやって、えええ、面白い。そう、ちょっとそういうの、私の代理としていろいろ見てください。いろいろ視察っていうか、別に疑ってるわけじゃないんだけど、どんなもんだか、ちょっと、ね、見てほしいですよね、うん。だから、もり同士で、もりもりブラザーなんだけど、もり、もり、なんとかレンジャーって、作ってるじゃないですか。なんだっけ、なんだっけ、身体高いレンジャーとかなんかいろいろ、わかりますほら、今武術系の人たちでなんかいろいろなんとかレンジャーとか作ってるじゃないですか。ちょっとわからないです。わかんないですか。まあ、だけどそういうのがあるんで、だかはい。ら、本当の合気
レンジャーじゃないけど、なんかそんな、できるといいですよね、なんか。だから、まあ、うん。なんでしょうね、試合がないですし、うん。やっぱりちっちゃい子供に空手をやらせたい親御さんたちは、競技の方がいいんでしょうね。ああ、まあ子供はね、確かに難しいんじゃないかなと思うんだけど、でも子供こそね、やってほしいですよね。体が柔らかい時にやった方が、簡単にできるんじゃないかなと思って。そう。そう。なんか、コメント見忘れててあれなんだけど、すいませんね。RMA は合気×ジーク運動ですね。RMA さん、あれね、サバットじゃないわ、なんだっけ、違うわ。もう一つ、なんかあるじゃないですか、なんかすぐ忘れるんだけど、シュートボクシングじゃなくて、違う違う、あの、えっと、ロシアの、あれ、格闘技って何でしたっけ？サンボで、サンボ。あ、そう、サンボ。そう、森山先生サンボなんですよね。サンボもなんか不思議なやつで。で、膠着状態までいかんと負けるねって言って。そう。膠着、拮抗じゃないよ。そう、結局、愛機って私側の解釈としては拮抗状態が愛機なんですけど、結局拮抗状態に持っていかないと、なんともなんないですよね。愛機。うん。だってほら、相手と接触し、ブランブラン、繋がってないとダメじゃないですか。離れててもそうですけど。繋がってない場合は、効かないですもんね。何にしても。もう、僕は空手家なので、合気論争、うん。合気論争からもう抜けたというかですね。いや、でもやってることは愛機ですよ、でも。なんか言われるんですよ。空手に合気を入れたっていうふうに言われるんですけど、そうじゃなくて空手なんだよっていうことを言いたいんですね。これ、空手がもともとそういうもので、合気を持ってきて空手に入れたんじゃなくて、空手がもうこれなんですよっていうようなスタンスなんですけどね。いや、でも違うんだと思う。だから結局、これが全ての武術において共通なんだけど、そこがなぜか知らないけど大きく欠如してるっていうのが問題なんだと思うんですよ。そんな感じしますね。だから、みんな欠如して状態でみんなやってるんですよね。だからその古い方の形の空手になぜか残っているっていう感じで。同じように。で、合気道も、だから合気道でさえなんかこう欠如してしまってて、本来そこがコアでなきゃいけないのに、大きく欠如してるんじゃないですか。合気は相手に抑え込まれた状態からでも使えるんですかね。ああ、そうそうそう。相手に抑え込まれないと使えないっていうか逆に。こっちの方が使いやすいですよね。うん、そうそう。相手ががっちり掴んできた方がやりやすいですね。相手がふにゃふにゃの場合は、こっちで、要は、筋張ったりとかして、こっち、相手を硬直させるんですよね、わざわざ。向こうがビクッとなったところで、硬くなったところで、かけられるんであって、こう、ふにゃふにゃのやつ、なかなか、それはまた難しいですよね。でもいいですよね、もう。ふにゃふにゃ、ついて倒しちゃえばいいですよね。いやでも、ふにゃふにゃの場合は、そう、ついてても、こう、うまい具合に避ける人いるから、こう、すごい、武人館の人に言いましたよ。すごい、体が柔らかい人。綺麗に避ける人。もう全然そういう人はね、もう、愛機は効かないです。体すごく、衝撃逃せるのが上手い人はなかなか難しいですよね。でも逆にその人が愛機やろうと思ったらすごいできるようになると思うんですけどね。体柔らかいから。と思うんですけど、どうでしょう。あんまりガチガチでも良くないじゃないですか。
ですね。うん。まあ、あとは、呼吸ですかね。まあ、そうそう。で、その呼吸はどういうふうに呼吸してんですか？あの、圧搾呼吸と言いまして、あ、そうそう、それね。はい。この吐く時に勝手に入ってくるんで、意識してこの鼻でこう吸ったりとかする必要ないんですよ。っていう。その、入ってくるときに、お腹膨らみますか？お腹はですね、ペコペコさせてはならないというふうに、あ、そう。ならないんだけど、でも、実際にはどうなってます？実際には、確かに人間ってあれですよね、息を吸った時には横隔膜が下がるんですよね。あ、そうそうそただなんか、息を吐いてる時に下がるってことはありますか？う。まあ、やろうと思えばできますよ。だから、こう、下下げながら、こう、背骨で押してんじゃないですか。吐くときに。まあ、稽古の時に手で、吐きながら、このお腹のとこ溜まってくるんですよ。なんか吐いてる時にこう下がってるので手でこう下げてるのかなとか思うんですけどね。じゃあその辺はかなり矛盾というかよくわからないやつなんですよね。だからなんでそれで息が吐けるのか。どういう原理で、あれ吐けるのかが意味がわからないんですよ。ですよね。2割残して8割吐くんです。これ全部吐き切ると入ってこなくなっちゃうんですよね。なのでこの片目やる時もですね、このその吐くときにどの筋肉使って吐いてるんですか？あまり意識したことないので、ただ、はーっと吐いてます。だけど、それ、意識してないけど意識するとどこ使ってるんですか？わからないです。今度見てほしいぐらいです。ただこれで圧搾というかですね、体をこう一つにまとめていくんですかね。あれ、仙骨上がりますか？仙骨は関係ない。それに関してなんですけど、ええ。特にですね、その仙骨を力でなんかこう動かすとか、うん。肩甲骨ぐーっと下げて背骨を伸ばすとかうん。はやらないんです。あくまで自然の体ですか、自然体で、ただ仙骨は立ってるというか、腰椎が曲げないです。腰椎まっすぐです。腰椎がまっすぐの状態で、あ、ちょっと待ってください。背骨持ってきます。これ、立てるってのは、こういう状態？それともこう？そうですね、どちらかというとこっちですかね。こうでしょ？いや、それではない。まっすぐ。いや、そういう、もうちょっと、こ普通に、もうちょっと、はい、そんぐらいですよね。軽くジャンプして、音が立たないように、スッと立った時の状態です。あ、そう。じゃあそれはだから私とやり方違うんだよね、だから。私のやり方は、だから吸った時にこうなるの。だから結局、横隔膜を引き下げようとすると、ここと横隔膜とここの間に筋肉があるから、それが縮んで縮まるじゃないですか、こう。はい、縮まるから横隔膜が下がると同時にこっちも上がってしまう。だから息吸うときにこっちが、ケツがぐーっと上がってしまう。上がるの。ここにゴムがあるとすると、ここで引き上げられ、じゃない、ここ下げようとするとここが上がってしまうって感じ。ここの間が短くなる。だからそれが吸うときにそうなるんですよ。でもそれ聞いてる限り、吐くときに圧搾じゃないですか。はい。だからそれがちょっとまた違うんだなと思って。特にその仙骨動かしてないですね。そう。動かしてないけど、動いてしまうとかってないんですか？
いや、動いてない感じがします。動いてないですね。で、その息を、こう、吸うときに、こう、仙骨が上がってしまって、で、吐くときは、こう、ぐーっとこう、背骨、ここが波打って、打って、で、肺を圧縮するんですよね。肺をこっち側に。その感覚わかります？その、背骨がこう波を積んで、こっからグイーンって言って絞り出すの。息を。特に、そうですね、そういう操作はしてないんですけど。背骨で、肺を押し出してる感覚はないんですね。ないです。あくまで、その場で、まあとは勝手に入ってくるんで、吸うことを意識しないんですよ。なので、勝手に入るので、息を吸ってる時に何かを攻撃されるっていう心配がないというか、傍から見れば吐き続けてるように見えるんです。勝手に入ってきてるから吸ってるんですけど。なんか息苦しい感じがする。なので、よその流派のやってるこの三中の呼吸とだいぶ違うんですよね。へー。何でしたっけ、千葉真一さんでしたっけがやってるような、はいはい。ああいう呼吸ではないので、なんていうんですね。まあだからそういうのもあって、あれなんですよね。なんかみんな間違った方向に進んでるんでしょうね。だからその有名な人がそういう風にやってるから。なのでですね。まあでもどうなんだろう。吐きながら、吸うんですか？ですね、8割吐いたら勝手に入ってくるんですか？このハスのところにはもう入ってるんです。でこれ唯一呼吸を見せてやる三鎮という方にあるんですよね。呼吸。まあ、なんていうんですかね。この三鎮がもう基本で、三鎮のこの肘の角度とかありますよね。まあもうどの方でも同じなんですよ。違う空三空っていう方になっても、空三空だからこの角度がこう変わるとかってことはないんです。まあ全てこうですね。でまあここ力入ってないんですけど、構造的に強いので、もうなんですかね。押されてもすごい強いですよね。それでそのままお腹に入ってくるんです。相手の接触面からお腹に入るんで、なんじゃないですかね。なんか、でもやってることは同じなんだけど全然違うんですよね。だから不思議なもんで。まあ、それは別にいいんでしょうけど、なんか、不思議だな。入り口が違うだけなんでしょうね。いや、だから普通は、だから同じところに達するんですけど、なんか全然同じところに達するような気がしないぐらいなんか全然違うなと思って。ではRMA の方と、どういう呼吸なんですか？いや、知らないです。よくわかんない。だから、偵察に行ってほしいですね。どういうようにしてるか。はい。多分私の提言してるやり方、誰も言ってる人いないから、まず。私だけが特殊なんで、他の人はみんな、自然に呼吸するとか、システムもそうですけど、みんなそうなんですよ。ポール先生の動画を見たときに、ちょっと僕も寝ながらやってみたんですけど、難しかったです、すごい。あ、そう、だから、あれは、だから、剣道をやってて、思いついたやり方なんで、剣道やってる人がやってるわけでもないし、だからあれ、剣道やってて、太極拳やってて、それで思いついたやり方なんですよね。でも、すごいですね。ご自身でそれ気づくってすごいですよね。
まあでもそんなでもないんですけど、まあでも、まあとりあえず、うん、いやまあ自分でやるしかないんで、とりあえずいろいろ YouTube 見て、全部組み合わせて、こうじゃないかなと思ってやってる。今だからみんなにこうやって聞いてたりとかするのは答え合わせなんですよね。YouTube とかでも質問したりとかしてるんですけど、いろいろ。自分の答え合わせのために聞いてるんですけど、なんか違うのかなと思いながら。まあだから今もだから聞きながら、なんか全然答え合わせになってないなと思ってたので、どんどん、私の導き出した回答が全然違うなと思いながら聞いてるんですけど。でも、その、ギャップ、違うようでって、そのギャップを埋めたところに答えがあるんですよね。だからさらに。例えばだから剣道はかかとつけちゃいけないって言われるんですよね。後ろ足のかかとつけてると、叩かれるんですよ。ついてるって言って。でも、合気道とか、太極拳はかかとをつけろって言われるんですよね。で、そのギャップが、今の私の回答なんですよ。だから仙骨をグッと上げると、かかとをつけようとしてるのが、かかとが上がるんですよ。はい。わかります？動画でよく説明する。そう。だからかかとをつけるつもりなんだけど、仙骨をグッと上げると、かかとがこう後ろ上がるんですよね。だからそういうのがあって、で、剣道は別の教えで、膝を曲げるなっていうのもあるんですよ。だから、かかとを上げなきゃいけなくて、膝はまっすぐにしろって言っていいんですよ。それって矛盾してるじゃないですか。だけど、つけようとして仙骨を上げると、かかと上がるんですよ。だからそういう矛盾点から、導き出したんですよね。だからそれを矛盾点からここを上げると、全部解消されるなと思って。そう。空手はあれじゃないですか、後ろかかとつけるんじゃないですか。そうですね。つけます。で、ただ、前に出るときに、つま先で蹴ってますか？ですね、地面を蹴らないように、地面を蹴って前に。はい。じゃあ、つま先で蹴ってないんですね、じゃあ。蹴ってないですね。感覚で言うとですね。ええ。足を体に引っ込めてる感じですかね。体に引っ込めて歩くんです。足で歩かないんです。昔だから、お腹で歩くんでしょ？お腹で歩いてる感じ？そうです。引き上げてる感じですかね。そう。だから引き上げてる感覚がお腹で回転かける感じで歩くといいんです。毎日その型をやって、型で身についたので、どういうのかよくわからないんですけど。そう、だから、足先でこう、ぐーっとですね。なので足も手足がお腹にめがけて、縮こまっていくみたいな。なんかでも、聞いてると、やってることは同じなんだけど、全然違うんですよね。なんか中身が全然違うという。私もだから、もう本当に重力使って前行ってて、要は、前足を、外すと前に倒れるから前に進むって感じ。で、それで足引き上げるのもお腹で引き上げるんですね。で、お腹が引き上げた状態で引き上げるとお腹でくるっと回転して、ついて、で回転して、ぐるぐる回りながら行く感じ。お腹で回転して、前に進んでる感じ。多分ね、わかんないと思います。全然やり方が違うから。とにかく、腹部で回転してる感覚が常にある感じ。それを目指してるんですよ。だから、ある意味、空手とは全然違うんですよね。今の説明から察するに、全く
違うね。おそらく本土のすり足の文化と、中国の影響を受けてる空手で違うのかななんて。でも、例えば八角拳とか南の方の灯籠拳の型を灯籠を見ると、この幅はこれはお腹に入ってるなっていうのが見えるんですよ。灯籠拳、南の八花灯籠拳とかですかね。八花の灯籠拳とかを見ると、この足の運び、これは多分僕たちと一緒だなっていうのが見て分かったんで、こう、なんていうんですかね、蹴らない、地面は蹴らないんですけど、すり足じゃないっていうんですか。すり足じゃないんだ。要するに、すり足といえばすり足にもなるんでしょうけど。あれ、ひょっとして抜き足差し足じゃない？そのフラットな気がしますね。ちょっとわかんないですけど、フラットな。とりあえず型をやるときに足の裏を見せないように、変身とかもしたりするので。でもそういうのはだから剣道も同じなんですよ。前の人が足の裏が見えちゃいけないような。だから剣道も、結局、多くの人は、ほとんどの人は、つま先で蹴ってるんですよ。だから、当然だから、それはそれでまた、違うんですけど、私が目指してるやつとは。だけど、だから、人それぞれあるんですけど、でも基本ルールとしては、結局、つま先、足の裏は相手に見せるような、所作はしないですよね。後ろ下がるときとか特に、かかとでこう下がるんじゃなくて、つま先で蹴って下がるような感じ。本当は蹴らないんですけど、要はつま先で下がる。つま先がついたまま下がる感じ。でやる方がいいし、普通よくこうなるじゃないですか。かかとが上がって後ろに下がる。そういうのはやっちゃいけないんでしょ？やってない気がしますね。下がるときに。日常ですごく、面白いというかですね、セッタとかありますよね、セッタ。はい。足にセッタが吸い付いてるような感じで前に歩くんです。普通だったら B さんとかセッタは履いて足を上げたらそれがパタンと落ちますよね。ただ落ちるというかこういうふうになりますね。それをですね、こんな足にくっつけて遊びみたいな、遊び稽古みたいな。普段草履履いてますか？いや、セッタ履きます。そう、私なんかあれです。もう、雪が降ってない限りずっと草履ですよ。いいです。僕たちは稽古の時にですね、足前に歩くようにやるんですよ。セッタと同じだと思うんですよね。そこに、なんて言ったんですかね。この、鼻のところに、腹のところにですね、ちょっとグッとテンションが入ると、体がふって強くなるっていうんですか。なので、セッタを履いて、足の指で前に進んで、稽古とかします。前に進む練習。そうですか。なるほど。なんか、あれ、ちょっとコメント全然読んでなかったから。神戸の無重心会の近藤隆紅葉先生は、低熱プラズマを使った合気で相手を泥酔した状態にして床に這わせて動けなくしてますよ。なんか、すごい先生みたいですよね。だいぶ前になんか YouTube か何かで見た気がしますけど。私は全然知らないから、ちょっとまた調べてみないといけないです。椅子軸は好きですか？椅子軸知ってますか？椅子軸。はい、知ってます。あれどうですか？同じって言ったら申し訳ないんですけど、僕らも似たような。そう。なんか似たようなことやってるんですね、私らも、基本的に。風とかの姿勢もですね、基本ああいうふうに強い姿勢になってるんですよ。
それね、いい姿勢にするのに、はい。ただ単にまっすぐにしようとしてますか？それともなんか、コツがあります？うん。コツですか？コツはですね、コツは骨格で立つんですかね。でもそれを成し遂げるのにどうするか。いろいろあるんです。まず一つのやり方はですね、ええーあの、軽くジャンプしてですね、音を立てないで着地するんですけど、え、ただその時に、みんなもうまっすぐの概念が違うんですよね。みんなのまっすぐと僕たちのまっすぐが違うので、はい。問題なんですよ。なんて言ったんですかね、この、皆さんのまっすぐっていうのは本当にこうまっすぐなんですよ。はい。僕らのまっすぐはこうなんですよね。はいはい。なので、それをちょっとですね、こう、型をやるときとかも姿勢とかもですね、教えて身につけないとあれなんですけど、あとは、心身統一上げるのに似てるんですかね。つま先立ちに一回なるじゃないですか。はい。で、かかとをゆっくり下ろすんですけど、はい。で、ゆっくり下ろします。はい。でもその時にですね、やっぱり皆さん、まっすぐが違うので、戻った時に、ちょっと後ろ、後ろに戻っちゃうんですけど、そうしたらもうダメなんですよ。ゆっくりかかと上げて、ゆっくり下ろしてですね、そうですか。ちょっと前目になるんです。それで、呼吸で、溝落ちを緩めるんです。うん。パッてやるとですね、溝落ちが緩むんですね。その時に空気がふっと入ってきて、体が重くなるんです。なるほど。っていうのは、こう、押してもらってですね、強くなっていることを検証するんですね。うん。で、真上に持ち上げ、後ろから掲げ上げて、真上に持ち上げてですね、重くなっていれば、この口ですね、これで溝落ちに緩んでですね、ふっと気が入ってくるんですね。入ってくるんです。構造が整ってですね、すごい強いんですよ。あれなんですよ。私がやってるのはあれなんです。全然違ってて、こう、吸って、だから、同じ原理なんですけど、こう吸って、こう入って、こう回転がこうぐるっと、頭の上の方まで行く感じ。ローラーの、こう、なんだっけ、ローラーの、肩もみ機っていうかマッサージ機あるじゃないですか、こうぐるぐる回るやつ。あれが体の中に入ってる感じ。このローラーがこうぐる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 っと上に上がっていくからそういう感じでこう上に上げていくとこうまっすぐになるって感じ。とにかく回転がもう、すべてお腹の回転がもう軸なんで、もうすべてが。全然違うんですよね。だからそういう意味では。多分、大体わかるというかですね、さっきの、何でしたっけ、僕がやったのはですね、姿勢整うじゃないですか。でも、お腹使えば、動画で上げてるように、姿勢が崩れても、腕相撲で強くなるというですね。見た目の姿勢はあんまり関係なくなっちゃうんですね。見た目の姿勢が悪くても、だから、こう、軸とかよく言われるんですけど、軸じゃなくて点なんですよね。このお腹の点がこう、しっかりしてれば、こう、棒じゃないんですよね。なんかこう、点だけ、点なんで。なんかそうかもしれないですね。だからこう、横に、こうなろうがこうなろうがあんまり関係ない。こう、中心さえしっかりしてれば。そう。だからほら結構床の反力とか使う人いるじゃないですか。説明するのに。だからあれもなんか、使ってないでしょ、そんなに。使ってないですね。ただ、同じ、流派の流れでもそれ使ってる人いましたね。そうですか。は多分お腹の力使えないので。はいはいはい。お腹を使わずに、要は足でやってんでしょうね、多分。肩甲骨を思いっきり下げて、床からの反力を足でなんかこう、蹴り上げるんですか。
ああ、そういうしていましたけど、ええ。ちょっと違うかなって、それ3チームはそれ教えてない、そういうこと教えてないなと思いまして、ああ、なるほどね。それはちょっともうお腹の力が使えないので、あやらないんですよ。その背骨をぐーっと張ったり、肩甲骨下げたり、うん。なんですかね、こういうふうな、それでも体が一つになるんですけど、ええ。不自然体ですよね。自然ではないので、なるほど。そんなことをしなくても、もっとふっとやっただけで人間って体が一個になるんで、ええ。はい。うーん。まあ、なんか、言ってることはなんか同じなんだけど、やってることが全然違うからなんか不思議な感じがするんですけど。で、まず、もう一個、もう一個違う何終鉄と対抗できますか？終鉄、あ、そうそう、終鉄にもだから、あれですよね。道場破りってから言ってもらわないと。要するに多分技術違うと思うんですよね。うん。やっぱりこうグーッとやるじゃないですか。ええ。僕らはそれやらないので、うん。火を見た感じは真ん中をついてるじゃないですか。ええ。真ん中ついて僕らは肩の前につくんですよね。うーん。で、相手のみぞおちとかつくときは、手が前に来ないで、体がこう来るんです。ああ。常にその肩の前についてるので、ええ。相手の真ん中をつくときは、こうではなく、体がこうなるんです。うーん。なんで、あと回転もあるじゃないですか。手の回転、よく当たる瞬間に返すとかあるじゃないですか。僕らはもうこの、最初から回転が始まるんです。ああ、それはあれじゃないですか。体から来てる波がこのままこう前に来るんじゃないですか、こおそらくそうだと思います。理屈で言う、理屈はちょっとあれなんですけど、う。うん。この手がこの階段を返ってるだけなんですね。ええ。こういう、この動作で、ここがこう回ってるわけじゃなくてですね、これがこうなってるんですね。こっちがこう動いてるんじゃないですよね。月もそれで一緒ですね。ちょっと動画じゃわかんないですけど。右向腕筋使ってるのかな。こうなって。こういうところの筋肉がやたら発達してきますね。あ、そうだ、そう、右向腕筋使ってんな。ああ。それってあれですよ。上芝森平洋の技です。あ、ほんですか。うん。で、これが下から上にポンっていくんで、気づけないですね。下から上に吸い上げるんですね。あ、それ多分だから、合気道と同じですよ。だから、本来の合気道と。なので、引き手の位置もですね、ええ。こうとかじゃダメで、ちゃんとここっていう意味が。ああ、なんかでも、空手ありますよね。なんかこの辺でこうやってやるやつ、なんか型でこう。これ、すごい上の方で。よその流派だとこういうとこから作るのがあるんですけど、なんでしょう。あと、まあ、型をずっとやってるじゃないですか。ええ。なので、型が染み込んでるというかですね、もうそのうち型はやんなくても、型をイメージすると体がもう型になってるんです。回転がかかってるんですよね。そうだけど、私だから型わかんないじゃないですか。だから、はい、そのエッセンスだけが欲しいんだよな。エッセンスというか原理だけが。まあ結局教えてくれる人がいればいいんだけど、直してくれるんだけど、ね、そういうのがない場合はやっぱ、型、習うの難しいですよね、やっぱ。そうですね、まあ、この型に出会うのが、なかなか出会えないですからね。そうそう。だって形だけで本当に中身がない場合もあるし、多分それが大部分じゃないですか、なんか。形ばっかり伝わって。中身が伝わらずに。だから剣道の方なんかでもそうなんですけど、結局形だけは合ってるように見えても、中身全然理解してない人も多いし、結構細かいところですごい理由があるのに、なんかみんなこう、ただ単に形だけやってる人が多いから。まあそういうのもあるんでしょうね。だから前はだから剣道の方とかやってても、こう、地面の、要は足がベトつくとかそういうのが、気になったんだけど、要は
緊張して汗で、足が、ベトついてできないとかってあったんですけど、だから丹田中心でやるようになってから全然そんな関係なくなってきて、だから足が要はもう、すり足っていうか、簡単に楽にできるんですよね、地面の状況関係なしに。なんかいろいろとあれだよな。コメントが来てんの。腕相撲をしてましたよ。泊まり手の山城義友先生は知ってますか？山城先生がやってるナイフハンチンともまた違うと思いますね、僕たちも。型だけに伝わる型だし。柔道なんか型とはバカにしてそう。柔道もなんか型あるらしいですけど、なんか知らないですもんね、全然あんまり。打撃気になるの仲悪いんですか？空手と剣道。空手と剣道はあれ全然もう仲が悪いというか、お互い全く別世界ですよね、なんかもう。剣道やってる人はなんか殴られるの嫌だし、空手やってる人はなんか棒で打つの、あれですね、なんかこう言っちゃなんだけど、結構みんな下手なんで、なんか棒を使ってやるの。あまり交わることがないですね。そうそう。日本憲法を殴れますよ。そう、日本憲法もそうなんですけど、あれがいいですね、空洞が。空洞です。察しができないと下手なままですか。察しができないと下手なまま、まあ、そうですよね。日本憲法をしてみたいと思いませんか？日本憲法だから、結局あれなんですよね。周りにそういう環境があるかどうかで、してみたくても私らのところなんかないし、近くにね、そういう人がいればそういう部分いいんでしょうけど。立ちが悪いね、立ちだけに。気候であっていく。これあれか、前の方のあれか。だいぶ前の方が。つばぜり合いして崩せますか？いうことですか。だからつばぜり合いも、そうして、だから崩せる時もあるし、だから崩しづいんですよね、だから。最近なんか剣道もルール変わって、あんまりつばぜり合いができない状態になってて、だから、ちょっと、それもあって、あんまりつばぜり合いからの技が有効にならないんですけど、重心三平が、重心、なんかあったな、なんか。そのやつ知らないな。全空連の方とか嫌いですか？全空連の方ですか？は、まあ、一生懸命それに稽古してる人もいらっしゃいますもんね。ただ組手の選手は組手しか練習しないで、型の選手は型だけを練習するじゃないですか。型を練習して、組手とは全く違う動きになるじゃないですか、型と。あれ本来は違うっていうのもおかしいんですけどね。おかしいですけど、僕は自分に嘘がつけないので、そういうのできないんです。それ全空連とか全空連で真面目にやってる方は申し訳ないですけど、僕はやっぱりそれは僕にはできないですね。あれですか？型でほら、勝敗決めるやつとか、そういうやつのこと言ってんですか？これは。そうです。あれも意味がわかんないですよ。型を二人でやって、なんか勝敗があるんだけど、私ね、あれが全く理解できない。なんであれ勝敗があるのかっていうの。なんか。だから僕も理解ができないのと、どっちが勝つのかもわからないですし。そう。ただ、武術からすればどっちも軽いですし。ただ問題になっちゃうかもしれないんですけど、求めてるものが違うということで。そう。あれはね、よくわからないね。猫足の方ですか？よくわからないな。私は知らない。剣道は下目足さんですけど、剣道は、下目足はダメなんですよね。下目足やってると怒られるんで。45度ぐらいが最大ですけどね。でも、私がやってる構えは下目足に見える形になってますよね。結構半身でやってるから。
上段やると、本当に半身なんですよね。剣道で種目がダメだというのは何かルールでダメなんですか？それとも。違う、種目やってると怒られる。足叩かれる。確かに中段やってると、種目足だと、前に行けないんですよ。前に出る量が少なくなって、で、実際にこう、かかとつけようとして、こうグッてやると、こう、足が平行の方がいいんですよね。やっぱ。だけど、体正面に向いてるときはいいんだけど、こう、上段になると、本当にもう、足が直列になるんですよね。そうすると、種目足みたいに見えますよ。要は、結局、体がもう完全に開いてるから、私の右足、後ろ足は、もう完全に向こうの方、45度から90度近い方まで向いてる場合もあるんで。まあだから、先生にもよるんでしょうけど、でもこれあれなんですよ。これが分かったの最近なんですよ。つい最近に、解明したんですよね。私ずっと正面に向いて上段やってたんですけど、私の先生見てみたら、実はそうじゃなかったっていうのを最近になって解明して、道理で違うわけだと思って、そう。で、そうすると、半身になってると、突きも打たれにくいんですよね。正面だとこう突き打たれるけど、こう斜めの方が反れるじゃないですか。そう。で、小手とかも打ちやすいし、とかいろいろ。で、だから道理で違うなと思って。なんかいろいろあるな。お互いどう思ってんだろう、思うで。大気圏の立前みたいなことありますか？立前みたいなことありますか？立前みたいなことはやらないですけど、うん。僕は門外漢なんで下手なこと言えないですけど。でもなんか型なんか立前みたいなもんじゃないですか、なんか。なんかもう似てるかなって思うときあるんですよね。うん。空手は種目ありですか？空手は種目足ね。種目足？いや、僕がやってる方にはそういう足が出てこないと思います。だって種目足ってただ単にこういうやつはい。レの字立ちで出てきますかね。こういうのは、お願いします。ブラジラン柔術と合気道くらい仲悪そう。ブラジラン柔術と合気道。どうなんだろうな。仲悪いのかな、なんか。柔道の方で勝ったことねえしって。ゴローラモさんって柔道やる人なのかな？柔道なんか型とかバカにしてそう。でも違う、そうでもないのか。まああれだよね、空手も、こう、実践で実際にどうなるか、ね、使えないだろうとかってバカにされたりとかしてるし、なかなか、難しいもんがありますよね、なんか。そうですね。まあ、武術としてやってる以上は、何かあった時にも護身として使えるようには。いや、だから、その時に、だから本当に使えるんかいなって言われてますよ。なんか、あんなのこう、なんかこうやってやってるのって。ね。柔道は使えると思いますね、すごく。ブラジリアン柔術もすごいと思いますけど、競技の間では寝技したら強いんですけど、やっぱり今は柔道やってるわけで、やっぱり服を着て日常で何かこう大取り物とかあった時は柔道の方が強いかなと思うんですよね。喧嘩喧嘩とかしたことあるんですか？まあそれいろいろありますよ。最近でもあるんですか？最近はないですよ。若い頃は。やっぱり若い頃ってどれぐらい若い頃まで喧嘩したことあるんですか？いや、もう本当若い時ですよ。20代。じゃあテコンドーぐらいの時に。テコンドー時代。そう時代ですね。でもまあ路上でハイキックなんてもう危なくてですね。もうハイキックした瞬間にタックルされて、ひどい目見たことある。そう。いや、だから、私思うけど、剣道なんかクソの役にも立たない、殴るぐらいしかできなかったですもんね。
でも強そうですけどね、剣道。いやいや、だから、だけど、基本的にはだって剣道をやってる人ってこう、殴るぐらいしかできないんですけど、だけど、私が、だけど、こう、今やってる技術を一生懸命やれば、この体術もできるんだっていうのを示したいんですよね、だから。そういうのもあるんですね。剣道をちゃんとやってれば体術もできるんだっていうのを。今完全に分離してるっていうか、誰もそんな思いもついてない人が多いから。そうですね。柔術と剣術の、あれですもんね。そう、だから、結局ほら、合気道は剣だって言いながら、剣ろくに練習してないじゃないですか。だからすごい合気道の人見てると剣はすごい下手くそだし、で、剣道は剣道の人で、振り方はいいんだけど、でもその、合気道の技術とかないから、結局戦うにしても、だから棒がないと話にならないとか、そんな感じになるんで。まあだから、ね、だから、このチャンネル、私のチャンネル見てる人で、だからそういう剣道やっててもちゃんと、普通に、体術にも使えるんだっていうのを悟って気づいてほしいですよね、だから。やっぱり、ルールの世界で頑張っちゃうと、ルール外のことって手薄になっちゃうじゃないですか。はいはい。なので、まあ、競技は競技で面白いですけど、うん。まあ空手が多分いい手本というか、その、型が崩れましたよね。その、競技になると投げもない、投げというか、まあ、力ずくの投げになってしまったり、ああ、はいはい。まあ、柔道から投げを持ってきて採用する形になっちゃったりとか、なんて言ったらいいんですかね、そのルールに特化した動きになるので、そしたらやっぱり本質とちょっと違ってきちゃうじゃないですか。かといってその本質があんまり、なんですかね、あんまりこう人気ないですよね。やっぱ格闘技と。そう。で、あれじゃないですか、今殴ったりとかすると、訴訟じゃないけど、そういうの問題が出てくるじゃないですか。だからそういう意味で合気道みたいな技がいいんですよ。触っただけで制せれるぐらいの。アメリカはどうなんですか？その、アメリカは、だからもう、銃とかもあるし、だからもう本当にだから喧嘩しないようにするしかないんだろうけど、どこなんだろうな、今まで結構危ないこともなかったわけじゃないけど、まあでも、あれですよね、自分、ある程度武術が分かってると、全然ビビんないですよね、なんか相手がこう、言ってきても。それは心構え、つもりがあると、こっちも全くビビってないと、向こうも、それ以上言ってこないし、とかいろいろあるんで。はい。堂々としてれば。で、ね、身長もだから、176ってまあアメリカの平均なんだけど、まあそれぐらいだからまあ、そんなに身長負けするわけでもないし。ほら、やっぱりでかい人、みんなアメリカで180、190ぐらいの人いっぱいいるから、やっぱでかい人はやっぱ、すごいですよ、やっぱ。で、しかも体重はでかい人多いし。そういう人と対等にね、言い合うには、ね、やっぱりある程度、こう、芯がないとダメですよね。感覚が、銃を持ってるかもしれない人が多いわけじゃないですか。うん。やっぱりその、アメリカで住んだことないからわからないですけど、やっぱり感覚が見当つかないですね。まあ、どうでしょうね。まあ、日本でもほら、ね、もしみんなナイフとか持ってると思ってれば、まあ、同じようなもんじゃないですか。銃も案外当たらないんですよね、あれ。当てようと思っても。なんか私一度だけ試したことあるけど、案外狙っても当たんねえなと思って。まあ、普段からこう慣れて、鍛えてる人だといいんだけど、こう、微妙に反れる。こう、指を押すじゃないですか。この押したこの圧力の分だけこう、反れる。微妙にずれる。で、私だから大抵こう右手でこう押すから、左下の方に反れるんですよね。だからそれ、いろいろこうチャートがあって、こっちに反れる人はこの癖があるとか、こっちに反れる人はこう、こうあるんですよ。チャートがあって。で、反動でこう、上に上がってしまうという人もいたりとか。
まあでも結局は、だから、みんな、ほら、護身とかやってるけど、もう相手次第で、こ無限にあるから、もそんなもう、私は別に何も考えてないですけどね。あれですか、アメリカはやっぱり日本の武道とか人気ありますか？どうだろう私だから剣道やってるから、だから、剣道やってる人たちとのつながりが多いんで、そこだけ見ると多いような気もするけど、でも結局はマイナースポーツですし、あの、空手やってる道場もあるし、まあ、テコンドーとかもあるし、まあ、どうなんでしょうね。まあ、それなりにはやってんじゃないですか、なんか。でも空手じゃね、剣道なんかは、日本はどんどん減ってるようなこと言ってるんですけど、アメリカなんか、要は、機会があればやってる、増えてるような気もするんですけどね。そんなにめちゃくちゃ増えてるわけじゃないんですけど、ただ単にやれる環境がないから、周りに。たまたまだからそういう、できる人に当たればいいんですけど。だから今週、だから明日、シカゴに、練習に行くんですけど、あの、全米大会が来月の頭にあるんですよね。それのための強化練習があるんで。そうだから、武術流行りますかね？えアメリカで武術の空手は流行りますかね？どうだろう。武人館とか結構、案外人いましたよ、だから結構。で、この間、岡本先生の、なんだセミナーも、前やってたよりも全然人が増えたって言ってましたよ。YouTube のおかげだと思うんですけども。これなんか、水道屋としさんが見てくれてるな。打撃の場合の拮抗は、どんな感じなんですか？打撃の場合の拮抗か。なんだろうな。あれだよね、避けて、相手のやつ感じてそのまま中に入れてこう撃つとかって、やらないですか？動画でやってたこのパン、カイナルカイナ。あそうそう、それ。よく、都市系の人でやるのが、受けて、こっちの手で打つじゃないですか。左で受けて右手で打つの感じ。右手で受けて、それ右手で打つってね、あんまり見ないじゃないですか。じゃあ、それはあるにあるんですね。ありますね。パンってありますね。そう、だから、これもだから、お腹で受けて、それでお腹で打ってますか？いや、もうこっちはですね、こっちは、そんな、いや、お腹とか意識してないですね。これも角度間違えて受けると、ええ。もう、ここから拮抗して返せないんですよ。あ通りの形になると、ここで接触はしてるんですけど、パンといけるんですよね。これいけない手の形がもう間違えちゃってるんです。だけど、それってだけどお腹に繋がってんじゃないですか、その形になってると。繋がってますね。お腹に繋がってるからそのままもうすぐ、お腹から打てるの。そんな感じかもしれないですね。だって、あれね、みんなこういう波だって、錯覚してるんですけど、波ってほら、縦波ってもう本当にすごい速度で、1秒間に6キロ進めるぐらいの速度で、バーンと打ったらパーンともうすぐ反対側に行けるから、で、パーンと打ってそのまますぐパッと返せるんですよね。すごい速度速いんで。そうですね。なので、この後の月がですね、ええ。ないんですよね。そう。じゃあ、もうん。方を教え
きねみたいな呼吸ですか？大山正達の真似する。全然わかんないな。相手がロー、ミドル、ハイや前蹴りなんかで蹴ってきたとき、合気かけられますか？相手がロー、ミドル、ハイ、だから、蹴ったやつに対しては合気かけられますから、その、相手を固めたりとか。僕ですか？ええ。合気かどうかわからないですけども、おう。ローキックに対して、どうでしょう。でもただ接触したところで呼吸を止めるので、うん。これはなんですかね、例えば、コンビネーションのことですか？相手は。まあよくわかんないけど、でもどっちにしろ、こう蹴りに対しても、こう相手が要は硬直するような状態できますか？できるかと思いますね。だからそういう、だから相手倒したりとかね、できれば、ね、いいんですよ。人間って面白い。コンビネーション考えるじゃないですか。ええ。ワン、ツー、ローキックって考えてても、ええ。最初のワンがすかされると、うん。脳が止まっちゃうんですよ。ああ。なるほどね。だって、最初からそのコンビネーションで組み立てても、武術的にはあまり意味がないんですよね。ああ。そうですね。剣道で使えるんですか？まあだから剣道使えるように今努力してる最中ですね。システマのプレッシングと似てますか？システマがなんかよくわかんないんですよね。プレッシング。一応セミナー一回出たんですけど、行ったんですけど。システマのブリッジングとは違いますね。終鉄と対抗できますか？それはわからないですね。あ、これだいぶ前だったな。型が、なんか、お互いどう思ってんだろう、思うで。一番新しいやつから戻って。ブレイキングダウンで生きってるガキに教育できますか？ブレイキングダウン出ないといけない。どうですか？ブレイキングダウンに出たら勝てそうですか？いや、勝てないんじゃないですかね。勝てないですか？あれはあれで、まあ、実戦ではないですからね。ムエタイに勝てますか？どういう勝負で勝つってことですかね。まあ、だから同じムエタイ勝負にしなきゃいけないじゃないか。リングの上に上がって戦うんだったら勝てるわけないですよね。そうですか。甲冑でも勝てますが、逆に。甲冑でもね。甲冑は、どうなんでしょうね。着てないかわからないけど、でも、あれですよ、この間、空手やってた人と剣道の防具着てやりましたよ。だから面白いです。まあ、あれいうのも、だから普段からやっぱり練習しないと、難しいんです。結局あれなんですよ、こう、ガチで、こう、試合みたいなやつやってないと、やっぱりこう、自分でこうすべきだっていうの分かってても、なかなかできないですよね、相手もいろいろこう、戦略考えてやってくるんで。ブルース・リー的な解説したら受けますか？空手も。ブルース・リー的な映画が必要なんだよ、そもそも。サンバインダーやる剣道家が不良退術しておいた。漫画。そうね。だから剣道も、だから漫画ではだから倒したりとかしてますよね。大阪の精神空手の村井善治先生はストリートファイトでハイキックで相手を何人も倒してますよ。理心塾空手か。
立新塾空手ってわかります？いやー、ちょっとわからないです。半場裕次郎みたいなやついますか、アメリカ。あれだな。漫画のことを言ってんのかな。わかんないけど、でも、やたらとでかい人いますよ、だから。私の友達でも2メートル超えの人いますからね。2メートル超えの人ね、昔合気道教えてたんですけどね、はい。受け身ができないんですよ。あまりにも位置エネルギーが下がるのが激しくて、なんか、ダメージが大きいようで倒れたらすごいですね。なんかいちいち倒れるのに、体がなんかもう、ダメージが大きいようでなんかそれが嫌でもうやめましたけど。そもそも、正座できないんですよね、でかい人。で、結局正座してやるのは、もういちいち倒れるのが、要はダメージが少ないから正座してやるんですけど、ほら、位置エネルギーの下がりが少ないじゃないですか、正座してる方が。いちいちこう、床まで落ちてまた立ち上がるの大変だから。でもそれも大きい人だと大変だし、立ち上がるのも大変だし、座るのもできないし、いろいろと制約があって難しいんですよね、アメリカ人に。日本の武術を教えるの。だから合気道でも、もう全然正座しない合気道もあったりして、びっくりですよ。最初に始めるときに、立礼っていうか言わないに、正座しないんですよ。そういう道場もあったりとかして、ちょっとびっくりですよ。正座の意味とかも教えたいですね。だからその教える先生自体が正座できないから、だから当然呼吸法の訓練もやってないし。だから全然もう別物ですもん。なんか偽物みたいな感じ。相撲取りでも巨人はあまり出世しないんですか？でもあれ、なんだっけ。相撲取りすごいですよね。大きい人、なんか日本人じゃない人、強い人いるじゃないですか。なんか、巨大な人が。篠原面白いけど合気道しなさそう、柔道か。あの人かな。丹田を鍛える前と今で体調に違いはありますか？だからあれですよね、私の場合背中がすぐ痛くなるんですよ。お年寄りの直角じいさんみたいになるんだけど、あれ、みたいなのもだいぶ減ったし、首の肩こりとかそういうのもないし、背骨の、痛みとかそういうのは軽減されますよね。そういうのないですか？腰痛肩こりとは無縁になりますね。ただですね、鍛えるっていう風な言葉はですね、ちょっと合わない気がするんですよ。僕の場合はですね、鍛えてできるものじゃないので。鍛えるって言葉確かに合ってないんだけど、でも私の場合は、普段呼吸することによって、鍛えるって感じ？急に必要な筋肉が、そう。そう。筋肉がついて、それで、ある意味鍛えてるんですよね。要は、力を加えるんじゃなくて、要は回転させるのを身につけるんですけど。わかります。そういった意味では鍛えるんですけど、例えば重いものを持ったりとか。そういうのではない。全然、ただ単に呼吸してるだけ。息するだけなの。これ、出るかですよね。これ、なんです普通に、腹筋って私、あんまりできないんですよ、これ。だけど、呼吸の、こういう腹筋はできるんですよね。これ違いわかります？ここの表面の腹筋使って、腹筋ってできないんだけど、全然できないんだけど、この中の呼吸に使う腹筋を、腹筋じゃないな、筋肉を使って、こうやって直角に上がれるんですよね。この不自然な腹筋。それ、できます？いや、やったことないですけど、呼吸筋ですかね。だから、本当に垂直にパタッと上がってるでしょ。はい。だからそういうのができるようになるんですよね。私の今やってるやり方だと。
そういうのはどうです？筋肉。筋肉はどうでしょう。ただ、腹巻きのようにお腹の横ですか、横と後ろが腹巻きのように屈強になった気がします。ああ、そう。じゃあ一応そういう風に鍛える、だから、やっぱ、筋肉ついてきてね、お腹に筋肉が。そうですね、型をやってるだけで丸太のようになってきますね。そ個人な体になってきます。う。うんうん。進撃の巨人が生きしたら面白そう。まあそうだね。昭和の老人はなんで腰曲がってるんですか？昭和の老人、だからあれだよ、背骨が背骨じゃないんだけど、筋肉が突っ張って痛くなるんですよね。まだそういうのやったこと、背中痛くならない年なんでしょ、まだ。ならないですけども、昭和って長いじゃないですか。うん。昭和のいつ頃の老人ですかね。いや、もう私も老人に入ってるから、もう、あれですよ。まあ50とか60ぐらいになったらもうだんだんと背中曲がってきますよ。50ぐらいから背中がね、痛くなるかもしれない。あれ、今おいくつでしたっけ？今は46です。まだまだ全然若いから大丈夫だ。あと10年したらわかりますよ。そうですね。体のあちこちが痛くなってくるから。そう。あれですよ、どんどん体がね、痛くなってきますよ。あ、ちょっと待って、これ、だいぶ時間経ってて、家に帰るの、あれ、電車で帰ってんですか？電車ですね。終電になってしまいそう。長い間あれ、日常生活で鍛えられる、とても魅力的です。そうです。そう、息するだけで鍛えられるね。私の場合は。胸と腰がくっつきそうなじじばばいた。昭和。あれですよ、結局あれなんですよ、なんていうの。ここのね、筋肉が張ってきて、で、そこが背中が痛くなってくるんですよね、ここ。だから、ここをリリースするのに、こうやって入れて、こうやって、ここの筋肉をねじって、ここに繋がってる筋肉。それをねじって伸ばしてやると、ここが背骨が、背筋が伸びてくるんですよね。終身力護身法武芸塾では、合気に、火出し強肩術の姿勢を加えることで、合気のかかり方がより強烈に極まってる。そうそうそう。中心力、だから、緑川先生とは、あれ、先週、あれ、ね、コラボやりましたんで、それを見てください、また今度。ライブでやってますんで、動画残ってます。阪神の野球くらい終電気にせんといかんですか。まああれですね。もうだいぶ長い間になってますんで。私は別に全然家なんで関係ないんですけど。森戸先生で家に帰んなきゃいけない。そう。あれ、今度日本に来る予定ってありますか？ご予定は。全然ないんです。今、本当はね、剣道の防具買って、取りに行こうと思ったんですけど、結局諦めて、持ってきてもらったから、だからもう、あれ、はい。ええ。お仕事は、そちらの国で。いや、私もう今、仕事全然やってないんですよ、もう何も今。YouTube しかやってない。羨ましいですね。まあ、羨ましいというか、まあ、どうだろうな。あれ、もう子供も育ったし、二人とも子供育って、もう独立してるからお金いらないし、あと、家賃っていうか家ももう全部払い切ってるからいらないし、お金、
税金払うだけだし、で、私の妻働いてて、ほら、日本だと、ね、年俸1000万円ぐらいに当たるぐらい稼いでるから別に、これ以上稼いでも税金取られるばっかりです。そう。なぎなたの面だれは短いんですか？なぎなたの面だれ、俺知らないんだよな。加古川より西は帰れないんですか？加古川より西は帰れないんだ。どういうことなんだろ触れないで技をかけるタイプの合気、実際のところどうなんでしょうか。あれ、だからできますよね。触れないでかけるのって。結局相手と気が繋がってれば、相手が、なんていうの、それなりの反応しますよね。そうですね。ただ、あれですよね、街でなんか絡んできた人にコネクトしようとしてもなかなかそれは難しいですよね。そうそう。だから、あれって結局、相手がどういう風に避けるとかそういうのを使ってやってるから、いきなり超能力みたいに相手を動かすのは無理ですよね。無理ですね。相手が超ど素人だと反応しないですよね。まあそうですね。避けたりとかもしないから。だけど、すごい敏感に避けられる人がかかるんですよね。反射神経。うん。反射神経がいい人が避けようとして、それを使ってかけることは可能ですよね。で、相手次第で、それってほら、いきなりどういうのかわかんないから、普段道場で練習してる人だと、それが反応がわかるからかけれるけど、一般の人にやるとなると、難しいですよね、なかなか。リングの上でも無理ですよね。そうですよね。なぎなたは剣道経験者が面だれ切るとか、本当ですか？わかんないな。俺、なぎなたやったことないんでわかんないんですよね。気が合わんと使えないのに、気が悪いやつは無理ですか？まあ、そう、だから、どうなんでしょうね。まあ、少なくとも私のレベルでは無理だね。まだ。すごい、青木先生みたいなぐらいになるとできるんでしょうけど。あれ見ました？青木先生の。塩田さんとやってるやつ。そうそうそう。はい、見ました。まあ、あれぐらいすごい人だと、まあできるんでしょうね。ダチョウ倶楽部みたいなノリですか？ダチョウ倶楽部どうなんだろう？よくわかんないな。ダチョウ倶楽部。懐かしい。なんか、ねえ、一人飛び出るような感じのやつのこと言ってんのかな。まあ、これで、とりあえず、質問には答えたようだと思うんですけども、まあ、もし抜けてたらすいません。まあ、こんなことで、ずいぶん長い間どうもすいませんでした。おいじゃあ、楽しかったです。じゃあまた、またなんかありましたらよろしくお願いします。で、あと、あれですよね、ね、潜入してくださいよ、誰かのところに。コラボ動画かなんか、するなり。緑川ってすごく興味ありますけど。そうそう。緑川先生、もしこれ見てたらお願いします。接触試みて。ちょっと LINE でちょっと送ってみますよ、本当ですか？そう。連絡してみてくださいって言って。あと、森山先生も。はい。森ブラザーでやってみてください。どうもありがとうございました。皆さん、長い間。じゃあどうも、おやすみなさいませ。どうも。失礼します。失礼します。